かし私がこの時にどんな顔をしていたか私は知らない。ただ、何が何やらわからないまま、一句一句に学術的な権威を持って急角度に緊張しつつ迫ってくる若林博士の説明に脅かされて、高圧電気にかけられたように全身をこわばらせていた。さては今の話の怪事件というのは、やはり自分のことであったのか。そうして今にも、その恐ろしい過去の事件を、自分の名前と一緒に思い出さなければならぬ立場に自分が立っているのか、といったような、言い知れぬ恐怖から滴り落ちる冷や汗を、左右の脇の下ににじませつつ、目の前の蒼白長大な顔面に全神経を集中していたように思う。その時に若林博士は、その炎青い瞳を少しばかり伏せて、今までよりも一層低い調子になった。繰り返して申しますが、そのような正木先生の予言は、今日まで一つ一つに寸分の狂いもなく的中して参りましたのでございます。あなたはもはや今朝から完全に今までの無中友好的精神状態を離脱しておられまして、今にも昔のご記憶を回復されるであろう間際に立っておられるのでございます。でございますから私は、とりあえず宣告、看護婦にお尋ねになりました。あなたご自身のお名前を思い出させて差し上げるために、かようにお伺いした次第でございます。僕の名前を思い出させる。こう叫んだ私は、突然、行き詰まるほどドキッとさせられた。もしかしたら、その怪事件の真犯人というのが私自身ではあるまいか。若林博士が特に私の名前について緊張した注意を払っているらしいのは、その証拠ではあるまいか、というような刹那的な頭のひらめきに打たれたので、しかし若林博士はさりげなく静かに答えた。さよう。あなたのお名前がご自身に思い出されますれば、それにつれて他の一切のご記憶もあなたのご意識の表面に浮かび現れてくるはずでございます。その怪事件の前後を一貫して支配している精神科学の原理がいかに恐るべきものであるか、いかなる理由で、いかなる動機のもとにそのような怪犯罪が遂行されたか、その事件の中心となっている怪魔人が何者であるかという真相の底の底までも同時に思い出されるはずでございます。ですから、それを思い出していただくようにお力添えをいたしますのが、正木先生からあなたをお引き受けいたしました私の責任の第一でございまして、私は何かしら形容のできない物恐ろしい予感に対して戦慄させられた。思わず座り直して頓狂な声を出した。何と言うんですか、僕の名前は。私がこう尋ねた瞬間に、若林博士はあたかも機械か何ぞのようにぴったりと口をつぐんだ。私の心の中から何者かを探し求めるかのように、または何かしら重大なことを暗示するかのように、どんよりと光る目で
私の目の底をじーっと凝視した。後から考えると私はこの時、若林博士の計り知れない策略に乗せられていたに違いないと思う。若林博士がここまで続けてきた科学的な、同時に極度に戦場的な話の道筋は、決して無意味な道筋ではなかったのだ。皆、私の名前に対する私の注意力を極点にまで緊張させて、ぜひともそれを思い出さずにはいられないように仕向けるための一つの精神的な弛緩方法に相違なかったのだ。だから私が夢中になって、自分の名前を問うと同時にぴったりと口をつぐんで、無言のうちに私の焦燥をいよいよの最高潮にまで導こうと試みたのであろう。私の脳髄の中に凝固している過去の記憶の再現作用を私自身に鋭く弛緩させようとしたのであろう。しかし、その時の私は、そんなデリケートな計略に微塵も気づき得なかった。ただ若林博士が、すぐにも私の名前を教えてくれるものとばかり思い込んで、その生白い唇を一心に凝視しているばかりであった。すると、そうした私の態度を見守っていた若林博士は、またも何やら失望させられたらしく、ひっそりと目を閉じた。頭をゆるゆると左右に振りながら、軽いため息を一つしたが、やがてまた静かに目を開きながら、今までよりも一層冷たいか細い声を出した。いけませぬ。私がお教えいたしましたのでは何にもなりませぬ。そんな名前は記憶せぬとおっしゃればそれまでです。やはり自然とご自身に思い出されたのでなくては。私は急に安心したような、同時に心細くなったような気持ちがした。思い出すことができましょうか。若林博士はきっぱりと答えた。おできになります。きっとおできになります。しかもその時には、ただ今まで私が申し述べましたことが、決して架空なお話でないことがお分かりになりますばかりでなく、それと同時に、あなたはこの病院から前回退院されまして、あなたの法律上と道徳上の権利、すなわち立派なご家庭と、そのお家に属する一切の幸福等を引き受けになる準備が、ずっと以前から十分に整っているのでございます。つまり、それらのものの一切を、相違なくあなたへお引き渡しいたしますのがまた、正木先生から引き継がれました私の第二の責任となっておりますので。若林博士はかようを言い切ると、確信あるもののごとくもう一度、その青ざめた瞳で私を見据えた。私はその瞳の力に押されて、余儀なくうなだれさせられた。またもなんとなく自分のことではないような、妙なややこしい話ばかり聞かされて、わけがわからないままに疲れてしまったような気持ちになりながら、しかし若林博士は、私のそうした気持ちに頓着なく、軽い咳払いを一つして、話の調子を改めた。では、ただいまから、あなたのお名前を思い出していただく実験に取り掛かりたいと存じますが、私どもが、正木先生も同様でございましたが、
あなたの過去のご経歴に最も深い関係を持っているに相違ないと信じております。いろいろなものを順々にお目にかけまして、それによってあなたの過去のご記憶が呼び起こされたか否かを実験させていただきたいのでございますが、いかがでしょうか。といううちに、遠いその両肘に手をかけて、姿勢をぐっと引き伸ばした。私はその顔を見守りながら、少しばかり頭を下げた。ちっとも構いません。どうなりとご随意に、というふうに。しかし心の中では、少なからず躊躇していた。いな、むしろ一種のバカバカしささえ感じていた。今朝から私を呼びかけた、あの6号室の少女も、現在目の前にいる若林博士も同様に、人違いをしているのではあるまいか。私を誰か、他の人間と間違えて、こんなに熱心に呼びかけたり、責めつけたりしているのではあるまいか。だからいつまで経っても、いくら責められてもこの通り、何一つとして思い出し得ないのではあるまいか。これから見せつけられるであろう私の過去の記念物というのも、実を言うと、私とは縁もゆかりもない赤の他人の記念物ばかりではあるまいか。どこかに潜み隠れている正体のわからない冷血凶悪な精神病患者。そいつが書き表した怪奇、残虐を極めた犯罪の記念品。そんなものを次から次に見せつけられて、思い出せ思い出せと責め立てられるのではあるまいか。といったような、あられもない想像をたくましくしながら、思わず首を縮こめて小さくなっていたのであった。その時に若林博士は、あくまでもその学者らしい上品さと謙虚さとを保って、静かに私に一礼しつつ、遠椅子から立ち上がった。おもむろに後ろの扉を開くと、待ち構えていたように一人の小男がつかつかと大股に入ってきた。その小男は、頭をくるくる坊主の五分刈りにして、黒い八の字ひげをピンと生やして、白い爪襟の上着に黒ズボン、古靴で作ったスリッパという見慣れないいでたちをしていた。四角い黒革の手提げカバンと、薄汚い畳椅子を左右の手にぶら下げていたが、後から入ってきた看護婦が、部屋の真ん中に湯気の立つボール鉢を置くと、その横に活発な態度で畳椅子を広げた。それから黒い手提げカバンを椅子の横に置いて、パッと広げると、その中にごちゃごちゃに投げ込んであった理髪用のハサミやブラシを蓋の上につまみ出しながら、私を見てひょっこりとお辞儀をした。ささ、どうぞ、というふうに。すると若林博士も、遠椅子を寝台の枕元に引き寄せながら、私に向かって、さあ、どうぞ、というような目くばせをした。さてはここで頭を刈らせられるのだな、と私は思った。だから、素裸足のまま寝台を降りて、畳椅子の上に乗っかると、ほとんど同時に八の字ひげの小男が、白い切れをパッと私の周りに引っ掛けた。それから熱湯で絞ったタオルを私の頭にぐるぐると巻きつけて、しっかりと押さえながら若林博士を振り返った。
この前の通りの借り方でおよろしいので、この質問を聞くと若林博士は何やらハッとしたらしかった。ちらりと私の顔を盗み見たようであったが、間もなくさりげない口調で答えた。ああ、この前の時も君にお願いしたんでしたっけね。記憶しておりますか？あの時の借り方を。へい。ちょうど丸1ヶ月前のことで、特別のご注文でしたから、まだよく存じております。真ん中を高くいたしまして、お顔全体がおとなしい卵型に見えますように、周りはごく短く、東京の学生さん風に、そうそう、その通りに今度も願います。かしこまりました。そういううちに、もう私の頭の上でハサミが鳴り出した。若林博士は、またも寝台の枕元の遠椅子に埋まり込んで、何やら赤い表紙の用書を街灯のポケットから引っ張り出している様子である。私は目を閉じて考え始めた。私の過去はこうして、とにもかくにもいくらかずつ明るくなってくる。若林博士から聞かされた途方もない因縁話や何かは全然別問題として、私が自分で事実と信じて差し支えないらしい事実だけはこうして少しずつ推定されてくるようだ。私は大正15年、それはいつのことだかわからないが、以来、この九州帝国大学精神病科の入院患者になっていたもので、昨日が昨日まで夢中有効状態の無我夢中で過ごしてきたものらしい。そうしてその途中か、またはその前かわからないが、1ヶ月ぐらい前に頭をハイカラの学生風に買っていたことがあるらしい。その時の姿に私は今、復旧しつつあるのだ。謎と。けれども、そうは思われるものの、それは一人の人間の過去の記憶としては、何という貧弱なものであろう。しかも、それとても赤の他人の医学博士と理髪師から聞いたことに過ぎないので、本当に自分の過去として記憶しているのは今朝、あのブーンという時計の音を聞いてから今までの数時間の間に起こった事柄だけである。そのブーン以前のことは私にとっては全くの虚無で、自分が生きていたか死んでいたかすら判然しない。私は一体どこで生まれて、どうしてこんなに大きくなったか、あれは何、これは何と、いちいち見分ける判断力だの、知識だの、または若林博士の説明を震え上がるほど深刻に理解していく学力だの、そんなものはどこで自分のものになってきたのか。そんなにおびただしい、限りもないであろう過去の記憶を、どうしてこんなにきれいさっぱりと忘れてしまったのか。そんなことを考え回しながら目を閉じて、自分の頭の中の伽藍洞をじっと凝視していると、私の魂はいつの間にか小さく小さく縮こまってきて、無限の虚無の中をあてもなくさまよい回るアトムのように思われてくる。寂しい、つまらない、悲しい気持ちになって、目の前のなんとなく熱くなって、ひやりとしたものが私の首筋に触れた。それはいつの間にか頭を刈ってしまった理髪師が
私の襟筋を剃るべくシャボンの泡をなすりつけたのであった。私はがっくりとうなだれた。けれども、また考えてみると私は、その1ヶ月以前にも今一度、若林博士からこの頭を復旧されたことがあるわけである。それならば私は、その1ヶ月以前にも、今朝見たような恐ろしい経験をしたことがあるのかもしれない。しかも博士の口ぶりによると、博士が私の頭の復旧を命じたのは、この理髪師ばかりではないようにも思える。もしそうとすれば私は、その前にも、そのまた以前にも、何遍も何遍もこんなことを繰り返したことがあるのかもしれないので、とどのつまり私は、そんなことばかりを繰り返しやっている、つまらない無遊病患者見たようなものではあるまいか、とも考えられる。若林博士はまた、そんな試験ばかりをやっている冷酷無情な科学者なのではあるまいか。いいな。今朝から今まで引き続いて、私の周りに起こってきた事柄も、みんな私という無遊病患者の幻覚に過ぎないのではあるまいか。私は現在、ここで、こうして、頭をハイカラに刈られて、もみあげから眉の上下を手入れしてもらっているような夢を見ているので、本当の私は、私の肉体はここにいるのではない。どこか非常に違った、とんでもないところで、とんでもない夢中友好を。私はそう考えるうちに、はっとして椅子から飛び上がった。白い切れを首に巻きつけたまま、一直線に駆け出した、と思ったが、それは違っていた。不意に大変な騒ぎが頭の上で始まって、目も口も開けられなくなったので、思わず浮かしかけた尻を椅子の中に落ち着けて、首をぎゅっと縮めてしまったのであった。それは2つの丸い櫛が私の頭の上に並んで、息もつかれぬほどめちゃくちゃに駆け回り始めたからであった。が、その気持ちの良かったこと、自分が気違いだか、誰が気違いだか、ちょっとの間にわからなくなってしまった。嬉しいも、悲しいも、恐ろしいも、口惜しいも、過去も、現在も、宇宙万象も、何もかもから切り離された亡者見たようになって、ぐったりと椅子にもたれ込んで、そこも果てしもないむずがゆさを、どん底までかき回される快感を、全身の毛穴の一つ一つから骨の髄まで染み通るほど感銘させられた。もうこうなっては仕方がない。なんだかわからないが、これから若林博士の命令に絶対服従をしよう。先はどうなっても構わない、というような、一切合切をすっかり諦めきったような、がっかりした気持ちになってしまった。こちらへおいでなさい、という若い女の声が、すぐ耳のそばでしたので、びっくりして目を開くと、いつの間にか2人の看護婦が入ってきて、私の両手を左右から罪人か何ぞのようにしっかりと捉えていた。首の周りの白い切れは、私の気づかぬうちに理髪師が取り外して、窓の外で威勢よくはたいていた。
その時に何やら赤い表紙の要所に読みふけっていた若林博士は、ぱったりとページを伏せて立ち上がった。巨大な顔を一層長くして、ごほんごほんと咳をしつつ、どうぞあちらへ、という風に扉の方へ両手を動かした。顔一面の髪の毛とフケの中から、かろうじて目を開いた私は、看護婦に両手を引かれたまま、冷たい敷石を素足で踏みつつ、生まれて初めて、扉の外へ出た。若林博士は、扉の外まで見送ってきたが、途中でどこかへ行ってしまったようであった。扉の外は広い人造石の廊下で、私の部屋の扉と同じ色格好をした扉が左右に5つずつ向かい合って並んでいる。その廊下の突き当たりの薄暗い壁のくぼみの中に、やはり私の部屋と窓と同じような鉄格子と金網で厳重に包まれた人間の背丈ぐらいの柱時計がかかっているが、多分これが今朝早くの真夜中にブーンとうなって私の目を覚まさした時計であろう。どこから手を入れてネジをかけるのかわからないが、旧式な唐草模様のついた物々しい格好の長針と短針が6時4分を指し示しつつ、カックカックと巨大な真鍮の振り子玉を揺り動かしているのが、なんだかそんな刑罰を受けて、そんなことを繰り返させられている人間のように見えた。その時計に向かって、左側が私の部屋になっていて、扉の横に打ち付けられた長さ一尺ばかりの白ペンキ塗りの表札には、ゴシック式の黒い文字で、西、東、第一病棟と小さく第7号室とその下に大きく書いてある。患者の名札はない。私は2人の看護婦に手を引かれるままに、その時計に背中を向けて歩き出した。そうして間もなく明るい外廊下に出ると、正面に青ペンキ塗り、2階建ての木造西洋館が現れた。その廊下の左右は、赤い血のような豆菊や、白い夢のようなコスモスや、紅と黄色の奇妙な内臓の形をした系統が咲き乱れている真っ白い砂地で、そのまた向こうは左右とも新緑色の松林になっている。その松林の上を行く薄雲に、朝日の明かりがほんのりと照りかかって、どこからともない遠い波の音が静かに静かに漂ってくる気持ちの良さ。ああ、今は秋だな、と私は思った。冷ややかに流れる新鮮な空気を腹いっぱいに吸い込んでほっとしたが、そんな景色を見回して立ち止まる間もなく2人の看護婦はぐんぐん私の両手を引っ張って向こうの青い洋館の中の暗い廊下に連れ込んだ。そうして右手のとっつきの部屋の前まで来ると、そこに今一人待っていた看護婦が扉を開いて、私たちと一緒に中に入った。
その部屋はかなり大きい、明るい浴室であった。向こうの窓際にある石造りの湯船から湧き出す水蒸気が三方のガラス窓一面にキラキラと滴り流れていた。その中で三人のほっぺたの赤い看護婦たちが、三人とも揃いのまん丸い赤い腕と赤い足を高々とまくり出すと、いきなり私をひっ捕まえて、くるくると丸裸にして湯船の中に追い込んだ。そうしていい加減温まったところで立ち上がるとすぐに私を流し場のいた切れの上に引っ張り出して、前後左右から冷たいシャボンとスポンジを押し付けながら、遠慮会釈もなくゴシゴシとこすり回した。それから出し抜けに私の頭を押さえつけると、裸の石鹸をこすりつけて、泡を山のように盛り上げながら、女とは思えない乱暴さでめちゃくちゃに引っかき回した後から、断りもなしにザブザブと熱い湯を引っ掛けて、目も口も開けられないようにしてしまうと、またも有無を言わさず私の両手を引っ立てて、こちらですよ、と金切り声で命令しながら、もう一度湯船の中へ追い込んだ。そのやり方の乱暴なこと、もしかしたら今朝ほど私に食事を持ってきて、ひどい目に遭わされた看護婦が三人の中に混じっていて、仇を取っているのではないかと思われるくらいであったが、なおよく気をつけてみると、それが毎日毎日起因を扱い慣れている扱いぶりのようにも思えるので、私はすっかり悲観させられてしまった。けれどもそのおしまいがけに、長く伸びた手足の爪を切ってもらって、竹へのブラシと塩で口の中を掃除して、もう一度温まってから、新しいタオルで体中を拭い上げて、新しい黄色い櫛で頭をゴシゴシとかき上げてもらうと、さすがに生まれ変わったような気持ちになってしまった。こんなにさっぱりした確かな気持ちになっているのに、どうして自分の過去を思い出さないのだろうかと思うと、不思議でしようがないくらいいい気持ちになってしまった。これとお着替えなさい、と一人の看護婦が言ったので、振り返ってみると、板張りの上に脱いでおいた今までの患者服はどこかへ消え失せてしまって、代わりに浅黄色の大きな風呂敷包みが置いてある。結び目を解くと、白いボール箱に入れた大学生の制服と、制帽、霜降りのオーバーと、メリヤスのシャツ、ズボン、茶色の半靴下、新聞紙に包んだ網上げ靴など、そうしてその一番上に置いてある小さな革のサックを開くと、銀色に光る小さな腕時計まで出てきた。私はそんなものを怪しむ間もなく、一つ一つに看護婦から受け取って身につけたが、そのついでに気をつけてみると、そんな品物のどれにも私の所持品であることを表す頭文字のようなものは見当たらなかった。しかし、そのどれもこれもは、ほとんど仕立ておろしと同様に、ちゃんとした折り目がついている上に、体をゆすぶってみると、さながらに昔馴染みでもあるかのようにしっくりと着心地がいい。
ただ上着の爪襟の新しいカラーが心持ち詰まっているように思われるだけで、真新しい角棒、ピカピカ光る編み上げ靴、6時23分を示している腕時計の黒いリボンの寸法までもぴったりと合っているのには驚いた。あんまり不思議なので、上着のポケットに両手を突っ込んでみると、右手には新しい四つ折りのハンカチと花紙、左手にはいくら入っているかわからないが、柔らかに膨らんだ小さなガマ口が触った。私はまたも狐につままれたようになった。どこかに鏡はないか知らんと、キョロキョロそこいらを見回したが、あいにくかけららしいものすら見当たらぬ。その私の顔をやはりキョロキョロした目つきで見返り3人の看護婦が扉を開けて出て行った。するとその看護婦と入れ違いに若林博士が、鴨居よりも高い頭を下げながらのっそりと入ってきた。私の服装を検査するかのように人当たり見上げ見下ろすと、黙って私を部屋の隅に連れて行って、向かい合った壁の中途に引っ掛けてある洗いざらしの浴衣を取り除けた。その下から現れたものは、思いがけない一面の大きな姿見鏡であった。私は思わず後ろによろめいた。その中に映っている私自身の年格好があんまり若いのに驚いたからであった。今朝暗いうちに7号室で撫で回して想像した時には30前後の髭武者で人相の悪いすごい風采だろうと思っていたが、それから手入れをしてもらったにしても、手のひらで撫で回した感じと実物とがこんなに違っていようとは思わなかった。目の前の等身大の鏡の中に突っ立っている私は、まだやっと20歳かそこいらの青2歳としか見えない。額の丸い、顎の薄い、目の大きい、びっくりしたような顔である。制服がなければ中学生と思われるかもしれない。こんな青2歳が私だったのかと思うと、今朝からの張り合いがみるみる抜けていくような、または何とも言えない気味の悪いような、嬉しいような、悲しいような、一種異様な気持ちになってしまった。その時に後ろから若林博士が催促をするように声をかけた。いかがです。思い出されましたか。ご自分のお名前を。私はかむりかけていた帽子を慌てて脱いだ。冷たい唾をぐっと飲み込んで振り返ったが、その時に若林博士が先刻から私をいろいろな不思議な方法でいじくり回している理由がやっとわかった。若林博士は私に私自身の過去の記念物を見せる約束をしたその手始めに、まず私に私の過去の姿を引き合わせて見せたのだ。つまり若林博士は私の入院前の姿を細かいところまで記憶していたので、その時の通りの姿に私を復旧してから、突然に私の目の前に突きつけて、昔のことを思い出させようとしているのに違いなかった。なるほど、これなら間違いはない。
確かに私の過去の記念物に相違ない。他のことは全部勘違いであるにしても、これだけは絶対に間違いようのないであろう私自身の思い出の姿。しかしながら、そうした博士の苦心と努力はいかんながら報いられなかった。初めて自分の姿を見せつけられて、びっくりさせられたにもかかわらず、私は元の通り何一つ思い出すことができなかった。のみならず、自分がまだこんな小僧っ子であることがわかると、今までよりも一層気が引けるような、馬鹿にされたような、空恐ろしいような、何とも言えない気持ちになって、我知らず流れ出した額の汗をふきふきうなだれていたのであった。その私の顔と鏡の中の顔とを依然として無表情な目つきでまじまじと見比べていた若林博士はやがて司祭らしくうなずいた。ごもっともです。以前よりもずっと色が白くなられて、多少太ってもおられるようですから、ご入院以前の感じとは随分違うかもしれませぬ。では、こちらへおいでなさい。次の方法を試みてみますから、今度はきっと思い出されるでしょう。私は新しい編み上げ靴を履いた足首と膝頭をこわばらせつつ、若林博士の背後にくっついて、系統の咲いた廊下を引き返していった。そうして元の7号室に帰るのかと思っていたら、その一つ手前の6号室の表札を打った扉の前で、若林博士は立ち止まって、コツコツとノックをした。それから大きな真鍮のノブを引くと、半開きになった扉の間から、朝黄色のエプロンをかけた50くらいの付き添え人らしいばあさんが出てきて、丁寧に一礼した。そのばあさんは、若林博士の顔を見上げながら、ただいま、よくお休みになっております。と、つつやしやかに報告しつつ、私たちが出てきた西洋館の方へ立ち去った。若林博士は、その後から、用心深く首を差し伸ばして中に入った。片手で私の手をそっと握って、片手で扉を静かに閉めると、靴音を忍ばせつつ、向こうの壁の根方に横たえてある鉄の寝台に近づいた。そうしてそこで、私の手をそっと離すと、その寝台の上に眠っている一人の少女の顔を、毛むくじゃらの指でそっと指し示しながら、じろりと私を振り返った。私は両手で帽子のひさしをしっかりと握りしめた。自分の目を疑って2、3度パチパチと瞬きをした。それほどに美しい少女がそこにすやすやと眠っているのであった。その少女はつやつやしたおびただしい髪の毛を黒い大きな花びらのような奇妙な格好に結んだのを白いタオルで包んだ枕の上にぼうぼうと乱していた。肌にはつい私が今さっきまで着ていたのと同じ白木綿の患者服を着て、胸にかけた白毛布の上に新しい包帯で包んだ左右の手を行儀よく重ね合わせているところを見ると、
今朝早くから壁を叩いたり、呼びかけたりして、私を悩まし苦しめたのは、確かにこの少女であったろう。無論、そこいらの壁には、私が今朝ほど想像したような凄惨な血の滲んだ痕跡を一つも発見することができなかったが、それにしてもあれほどのものすごい息苦しい声を立てて泣き狂った人間とはどうしても思えないその眠りようの平和さ、無邪気さ、その細長い三日月眉、長い濃いまつげ、品のいい高い鼻、ほんのりと紅を刺した頬、クローバー型に小さく締まった唇、かわいい格好に透き通った二重顎まで、さながらにこうした作り付けの人形ではあるまいかと思われるくらい清らかな寝姿であった。いいな。その時の私は、本当にそう疑いつつ、何もかも忘れて、その人形の寝顔に見入っていたのであった。すると、その私の目の前で、不思議とも何とも形容のできない神秘的な変化が、その人形の寝顔に起こり始めたのであった。新しいタオルで包んだ大きな枕の中に、産毛で包まれた赤い耳をほんのりと並べて、長いまつげを正しく、楽しそうに伏せている少女の寝顔が、目に見えぬくらい静かに悲しみの表情に変わっていくのであった。しかも、その細長い眉や濃いまつげやクローバー型の小さな唇の輪郭のすべては、はじめの通りの美しい位置に静止したままであった。ただ、少女らしい無邪気な桃色をしていた頬の色が、なんとなく寂しいバラ色に移り変わってゆくだけであったが、それだけのことでありながら、たった今まで17、8に見えていたあどけない寝顔が、いつの間にか22、3の霊婦人かと思われる気品の高い表情に変わってきた。そうして、その底から、どことなく透き通って見えてくる悲しみの色の神々しいこと。私はまたも自分の目を疑い始めた。けれども、目をこすることは愚か、息もできないような気持ちになって、なおも瞬き一つせずに見とれていると、やがてその長く切れた二重まぶたの間に透き通った水玉が滲み現れ始めた。それがみるみるうちに大きい露の玉になって、長いまつげにまつわって、キラキラと光って、穴やと思ううちに、はらはらと左右へ流れ落ちた。と思うと、やがて小さな唇がかすかに震えながら動き出して、夢のように淡い言葉がキレキレに溢れ出した。お姉様、お姉様、すみません、すみません。私は、心からお兄様をお慕い申しておりましたのです。お姉様の大事な大事なお兄様と知りながら、ずっと以前からお慕い申して、ですから、とうとうこんなことに、すみません。すみません。どうぞ、許してくださいましね。許して、お姉様、どうぞ。それは、その震えわななく唇の動き方で、
やっと推察ができたかと思えるほどのたどたどとした音調であった。けれども、その涙は、後から新しく湧き出して、長いまつげの間を左右の目尻へ、ほのかに白いこめかみへ、そうして青々とした両鬢の透き通るような生え際へ消え込んでゆくのであった。しかし、その涙はやがて止まった。そうして左右の頬に沈んでいた寂しいバラ色が夜が明けていくように元のあどけない桃色に差し替わっていくにつれて、その表情はやはり人形のように動かないまま、健やかな17、8の少女らしい寝顔にまで回復してきた。わずかな夢の間に5、6年も年をとって悲しんだ。そうしてまた元の通りに若返ってきたのだな、と見ているうちに、その唇の隅には、やがて和やかな微笑さえ浮かび出たのであった。私はまたも心の底から、ほーっと長いため息をさせられた。そうして、まだ自分自身が夢から覚めきれないような気持ちで、おずおずと後ろを振り返った。私の背後に突っ立った若林博士は、さっきからの通りの無表情な表情をして、両手を後ろに回したまま、私をじっと見下ろしていた。しかし内心は非常に緊張しているらしいことが、そのろう石のように硬くなっている顔色で分かったが、そのうちに私が振り返った顔を静かに見返すと、白い唇をそっと舐めて、今までとはまるで違った響きのない声を出した。この方のお名前をご存知ですか？私は今一度少女の寝顔を振り返った。あたりをはばかるようにひっそりと頭を振った。いいえ、ちっとも。というふうに。すると、その後から追っかけるように、若林博士はもう一度、低い声で囁いた。それでは、この方のお顔だけでも見覚えておいでになりませんか。私はそういう若林博士の顔を振り仰いで、二三度大きく瞬きをしてみせた。とんでもない。自分の顔さえ知らなかった私が、どうして他人の顔を見覚えておりましょう。と言わんばかりに。すると、私がそうした瞬間に、またも言い知れぬ失望の色が、スーッと若林博士の表情を横切った。そのまま空虚になったような目つきで、しばらくの間、私を凝視していたが、やがてまた、いつとなく元の寂しい表情に帰って、二三度軽くうなずいたと思うと、私と一緒に、静かに少女の方に向き直った。極めて操縦な足取りで、半歩ほど前に進み出て、あたかも神前で何事かを誓うかのように、両手を前に握り合わせつつ、私を見下ろした。暗示的な、緩やかな口調で言った。それでは申します。この方は、あなたのたった一人のおいとこさんで、あなたと言い名付けの間柄になっておられる方ですよ。ああ、と私は驚きの声を飲んだ。額を押さえつつ、よろよろと後ろによろめいた。
自分の目と耳を同時に疑いつつ、かすれた声を上げた。そんなことが、こんなに美しい。さよう、世にも稀な美しいお方です。しかし間違いございませぬ。本年、大正15年の4月26日、ちょうど6ヶ月以前に、あなたと式をお挙げになるばかりになっておりましたあなたのたった一人のおいとこさんです。その前の晩に起こりました世にも不可思議な出来事のために、今日までかようにお気の毒な生活をしておられますので。ですから、このお方とあなたのお二人を無事に退院させまするように、そうして楽しい結婚生活にお帰りになるように取り計らいますのが、やはり正木先生からご委託を受けました私の最後の重大な責任となっているのでございます。若林博士の口調は、私を威圧するかのように緩やかに、かつ操縦であった。しかし私は元の通り、狐につままれたように目を見張りつつ、寝台の上を振り返るばかりであった。見たこともない天女のような少女を出し抜けに、お前のものだと言って指さされたその気味の悪さ、疑わしさ、そうしてその何とも知れない馬鹿らしさ。僕のたった一人のいとこ。でも、今、姉さんと言ったのは、あれは夢を見ていられるのです。今申します通り、この霊場には最初からご兄弟がおいでにならない、たった一人のお嬢さんなのですが、しかし、この霊場の1000年前の祖先にあたる婦人には、一人のお姉さんがおられたという事実が記録に残っております。それを直接のお姉さんとしてただいま夢に見ておられますので、どうしてそんなことがお分かりになるのですか。といううちに私は声を震わした。若林博士の顔を見上げながら、じりじりと後ずさりせずにはおられなかった。